動画生成に毎月いくら払っていますか？一つの生成サービスに数千円、数万円、毎週の動画制作でクレジット数がカツカツになっていませんか？本当はもう一回試したいのに生成ボタンを押すのをためらっちゃうなんて経験ありますよね。今画面に流れているのは同じテーマで制作したアニメ版と実写版の AI ミュージックビデオなんですよね。今回はこの映像を実際に作りながら低コストで何度も画像や動画を生成できるどうも AI を皆さんに紹介していきたいなと思います。特にね、これから AI を使って動画制作にチャレンジしたいけどあまりお金を使いたくないっていう方にはね、このドモ AI 最適なんじゃないかなと思います。ドモ AI っていうのは画像生成から動画生成、リップシンクや音声読み上げなんかを一つのサービス内で進められる AI クリエイティブツールなんですよね。そして直近ではなんと C ダンス 2.0 も扱えるようになりました。そして今回一番注目してほしいのがね、対象となる動画生成や画像生成をクレジットの消費なしで無制限に繰り返せるっていうリラックスモード。これなんですよね、ドモ AI の強みは。撮影している現時点でスタンダードの年間プランでは月額換算で 19.59 ドル。日本円では為替によって変わってくるんだけど、だいたい月3000円前後の価格帯ですね。この金額で動画の無制限生成ついてくるってやばくないですか？さらにスタンダードプランで毎月1500クレジットが付与されるから、普段の動画作りはリラックスモード。ここぞというシーンで C ダンスを使うなんて使い方ができちゃうんだよね。こんな風に役割を分けることで生成回数を気にしすぎずに一つの作品を完成まで持っていけます。そんなコスパ最強ドモ AI は動画概要欄の専用リンクからアクセスできるので、気になった方は後でチェックしてみてくださいね。じゃあ早速作っていきましょう。ドモ AI にアクセスしたら左側にメニューが並んでいるんで AI ビデオをクリックしてくださいね。そうするとこんな画面が出てきます。上にあるメニューからどんな風に画像を作るのかっていうのを選んでいきます。とりあえず覚えておくのはこの2つ。画像から動画生成とフレームから動画生成。まずはしっかり基本の動画生成のやり方をマスターしていきましょう。この2つは画像を起点、もしくは終点として映像化していくっていう生成方法なんだよね。この画像を最初のフレームとして映像化していく、そういう発想です。現時点ではドモ AI 独自モデルではこの方式での生成となっています。で、C ダンスではここにアップロードする画像はリファレンス素材として扱われるんですよね。ここ重要です。つまりキャラクターと背景、小物などの画像をアップロードして生成するだけで、それらを組み合わせて指示したシーンを作ってくれるんですよね。あとはこの画像からどのような映像にしたいのかっていうのをプロンプトとして書いて生成するという流れです。ここで生成モデルを選択しましょう。そもそもモデルって何という方のために簡単に説明しますね。アニメやゲームで例えるなら、モデルっていうのは実際に魔法を発動するマジックキャスターのようなものなんですね。同じ呪文、つまり同じ画像やプロンプトを渡してもマジックキャスターが違えば得意な魔法や威力、演出も変わりますよね。動画生成 AI も同じで、モデルによってリアルな映像が得意だったり、キャラクターの動きが得意だったり、激しいカメラワークが得意だったりっていう位置づけがあるんですよね。私個人の感想ですが、ドモ AI2.4 がキャラクターの一貫性に優れているのに対して、2.5 はアグレッシブなアングルやカメラワークが強化されている感じだけど、参照画像の一貫性がちょっと弱いかも。対して C ダンスは別格で一貫性、カメラワークが現時点で世界最高峰、カット割りも自動で入れてくれるんだよね。この辺を踏まえていろいろと試してみてほしいかな。そして冒頭でも説明したリラックスモードでの無制限生成のやり方は、左下のメニューからリラックスモードをオンにしてから生成するだけ。簡単でしょ？対応しているモデルはドモ AI2.5、ドモ AI2.4 ファスト。この2つは秒数制限なし。ドモ AI2.4 アドバンスに関しては5秒での生成までとなっているよ。っていうか C ダンス使えばいいじゃんって思いますよね。その通りです。ただ C ダンスってものすごくコストが高いんですよね。C ダンスの消費クレジットとドモ AI モデルの消費クレジットの差がこんな感じ。これは他の生成ツールでも似たような差がついています。AI 動画をまだ作ったことがない方は、プロンプトを1回入力すれば想像通りの映像が一発で完成する、そんなイメージを持っていたりするかもしれません。でも実際は
同じ画像と同じ指示を使ってもキャラクターの動きや表情、カメラワークってね、毎回変わったりするんですよね。だから AI 動画制作では生成する、結果を比較する、指示を修正する、もう一度生成する、その中から一番いいものを採用する、この繰り返しがものすごく重要です。なので初心者にとっては失敗を気にせず何度も試せること、この環境が大切ですよね。それから動画に使う素材画像はどうやって作るの？という方はこちらの動画で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。簡単に説明すると、左側のメニューにある AI 画像から画像編集を選ぶことで作成できます。こちらでは最新モデルの GPT イメージ 2.0 やナノバナナ2、ナノバナナプロなどが使用できます。もちろん対象モデルはリラックスモードにも対応しているので、クレジットを消費せずに納得できるまで何度でも画像を作ることができます。ここまでの内容を一旦整理してみましょう。画像生成は対象モデルをリラックスモードで使えばクレジット消費なし。動画生成も基本的にはドモ AI のオリジナルモデルを使うことでリラックスモードが利用でき、クレジットを消費せずに何度も試すことができます。まずはリラックスモードでたくさん生成して、その中から使えるカットを選ぶ。そしてここぞという気合を入れたい見せ場だけクレジットを使って C ダンスで生成する。この使い分けがドモ AI を最もコスパよく活用する方法なんじゃないかなと思います。さらに年間プランの 30% オフを利用すれば、スタンダードプランなら月額換算で約3000円くらいなんですよね。このくらいの予算から画像も動画も生成回数をあまり気にせず作れる環境が手に入っちゃうんですよね。もちろんCダンスにももう少しクレジットを使いたいなという方はプロプランが視野に入ってくるのかなと思います。料金は少し上がりますが、プロプランでは毎月4000クレジットが付与されます。この4000クレジットを C ダンス 2.0 ファストに使った場合、480p 10秒の動画なら40本、720p なら20本ほど生成できます。今時 480p なんて使うの？って思った人いますよね。でも特にアニメ動画の場合は 480p でも意外と十分綺麗だったりするんですよね。なぜかというと YouTube や SNS の動画はスマートフォンで視聴されることが多いからです。もちろん大きな画面で並べて比較すれば解像度の違いはわかります。でもスマートフォンの画面で普通に動画を見ている分には言われなければ気づかない人も多いんじゃないかなって思うんですよね。まずは 480p で候補を作って本当に重要なカットだけ 720p で生成する。こんな使い分けもクレジットを節約する上ではかなり有効なんですよね。これから AI 動画を使って YouTube 副業を始めたいって方にとって毎月のコスト管理はかなり重要な課題だと思います。まずはコストを抑えながらいろいろな動画を作ってみる。その中で視聴者から反応の良いテーマや自分に合った動画の作り方を見つけていく。これから YouTube 副業を始める方にとってはこれが一番現実的な進め方なんじゃないかなと思います。そんな YouTube 副業を始めるための最強のパートナー、そして生成回数を気にせず練習したい初心者におすすめのコスパ最強のドモ AI、ちょっと試してみたいなと思った方はぜひ概要欄の専用リンクからアクセスしてみてくださいね。ただし一つ注意点があります。いきなり年間プランを契約するのが不安な方はまず月額プランで自分の作りたい動画に合っているか試してみてください。そして一番安いベーシックプランではリラックスモードを利用できません。リラックスモードを目的に契約する方はプランを間違えないように気をつけてくださいね。というわけで本日のお相手はコスパ最強のドモ AI とあなたのパンコちゃんでした。それではまた次の動画でお会いしましょう。アデュー。